確かにでっかいわね。今までの部屋の中でも結構大きい方だよね。この区間は全然入らなかったけど、ママはちょっとまだ巡ったりしてます。こんな感じです。いただきます。で波がだんだん目に見えてよかるぐらい高くなってきました。はい、皆さんこんばんは。今ですね、ここどこだろう今ですねって言ったんだけど、ここのね道路名がわからないんですよね。なんちゃら九州道です。これなんて言ってたっけな。先ほどねまだゆうすけさんと一緒にいて、東九州道って言ったかなっていうね、高速を今走っております。なんで、いきなり九州からスタートしてるんだっていうところなんですけども、実はですね前回のね動画でもねお伝えした通り、僕らねキャンバケ九州ということで大分県に来ておりました。でそれからですね、観光とかねいろいろ遊んだ後に今からですね関東に帰ります。そこで東京九州フェリーというねフェリーを使うので、新門司港まで今向かっております。で新門司まで向かうのにナビでいうこれ東九州道だったから高速を今走っております。今回ね乗るねこのフェリーなんですけども、福岡県の新門司港からですね神奈川県の横須賀港まで行きます。なので、乗ってる時間はですね過去最長のフェリー旅になります。約20時間ぐらい、もうほぼ丸1日です。フェリーに乗るというね初めてのね経験です。正直便利は便利なんですけど、その分お高いですので、そんなにしょっちゅう使えるものではなくて、僕らもね今回使うのが実は初めてです。値段の方はね結構ね前々から予約して繁忙期じゃないこのシーズンに抑えても家族3人個室を取ってこのボンちゃんも入れてなんとね9万5千円もかかっております。もう本当にねめちゃくちゃ高いです。高いんだけど、一気に横須賀まで行けるんで安全とね体力の回復にはね変えられないかなということで、今回ですね少し贅沢な旅をねさせていただいております。一回自走を経験してますからね。そうで今回の動画はですね東京九州フェリーの中での、過ごし方だとか、あとはね部屋のね感じとかね雰囲気ね紹介できたらなと思っております。やっぱりねフェリー使う時ね中がどんな感じなんだろうっていうのはね僕らもよく YouTube で見たりもしますので、そういったところがね皆さんにお伝えできればなと思っております。ということでねまずはですね新門司港まで向かっていきたいと思います。はい、もう間もなくですね新門司インターに着きます。でこのね新門司のインターチェンジのところで、出口がありますので出口を降りまして、でその後ですね、下道というかして新門司港まで行きます。結構ねこの門司が港がね何個かねそういう乗り場があるみたいなので、他の会社さんのところでね間違いないように気をつけた方がいいということをね先ほどゆうすけさんに教えてもらいました。確実に行くのであれば東京九州フェリーでググってそれをマップに入れていくのが一番正確です。からはでも 4.7 キロあるのか、割とあるな。そんなすぐってわけではないですね。降りて1キロ以内とかっていうわけではないです。もう間もなくですね、東京九州フェリー新門司港に到着します。ここがね新門司港の東京九州フェリーの港になります。あれか、でっかいね。でかいね。確かにでっかいわあれ。あれでね帰ります、ね、一応1時間前に今もう到着したんですけど、乗用車はこっちです。乗用車これか。乗用車何番とかあんの？特にないのね。さあ今こっち乗ってきたので乗船口。じゃあはい。東京九州フェリー同乗者の人は別ということで別から行きます。さあどこだ？さあ降りてき。もう一個上に登るのか。ちょっとドキドキしてる？乗ったことない船だから。ママも乗ったことない船だからはちょっとわからないけど、思ったより大きかったね。サンフラワーの一倍は大きいかもね。はい、多分この回で乗っていく感じなのかな。とりあえず入れました。パパはまだ止まってんのかな。広そうだね。とりあえず6階に行きます。で
そっちだ。610、ここや。はい、入るとこんな感じ。うーちゃん広いね。広い。サンフラワーよりか広いよ。ね、足の部分もね、じゃじゃんありますね。いい感じに広いです。はい、もう間もなくですね乗船開始します。ママたちはね先に乗船開始しております。これからね僕らも乗っていきます。はい、ということで今からね乗船します。はい、ということで今ですね、入りました。こんな感じでねボンちゃんもしっかり止めれたので中に入ります。これかな、お客様入り口、ここから入ってエレベーターで上がっていく感じです。部屋はね6階だったと思います。向かいたいと思います。はい、今ですね4階のエレベーターに降りました。ここからちょっとね上に上がっていきたいと思います。客室601とかそんぐらいだったと思います。とりあえずねホールに出たいと思います。こんな感じで今メインホール、ここかな。601よし、行きたいと思います。610ということでこっちですね。ここか610。よいしょ、入れた。よいしょ、無事にね今入れました。広いねうちゃん、この部屋も広いし、うん、びっくりポイントが結構あるよ。そうなん。びっくりポイントあるよ。はい、私たちのね部屋ですね、この610号室なんですけども、こちらですね、現在地610号室。今回はね、こちらの部屋を借りております。ステート和洋室ってやつかな。で、部屋全体としてはこんな感じです。結構ね縦長なイメージです。専用ベッドが2つ、あとママが今座ってるところで、もう1個ベッドね作れるよってやつです。でこの下ですね、ここから一応ね、靴を脱ぐといったような感じになってます。玄関でここに入るとベッドルームですね、2つ。結構広い、真ん中にあれがあるね、置けるところが。でこっち側がソファーのところですね。でここにこのねベッド引いて、1人寝れるよってやつです。でそれからですね、こっち洗面台っていうか、鏡とかがあって、あとテレビですね。であと収納もねちょこちょこありまして、こちらねちょっと今物置いちゃってるんですけど、こんな感じでねケトルとかもね備え付けで入っております。あと冷蔵庫ね、もうね冷蔵庫ねうちねパンパンに使っております。すでに車の冷蔵庫ばりに使っております。であとは窓を開くと、ちょっと暗いですけども、一応ね外見えます。海が見えます。はい。で、あとねトイレですね、ここ開くとこんな感じでかなり綺麗なトイレがついております。でこちらもですね鏡がこんな感じでついていまして、でこちらねトイレで、それから、今回ねちょっとね驚きだったのはこのシャワー室。シャワーカーテンではなくシャワー室です。ちゃんとね、別体になってて、専用シャワー室になっております。こんな感じです。でこちらねシャンプーとか備え付けももちろんございますと。これがあるだけでだいぶね楽です。シャワーがここにあるだけで。なのでこの後ねちょっと動画撮り終わったらねもうすぐ入ろうと思っております。よいしょ、こんな感じで、あとウォシュレット付きですね。はい。今回ね僕らが借りた部屋ですね、このステート和洋室というのはこんな感じで、作られております。今までの部屋の中でも結構大きい方だよね。一番大きいかな。シャワー室独立なんて初めてだよね。そう、独立ねシャワー室じゃないと足元がねトイレ行く時に結構びちゃびちゃになっちゃうんで、いつもその辺がね今回ねこういう風になってるのですごいラッキーです。ということでね、とりあえずね部屋の紹介は以上です。はい、でこの後ですねちょっとね、船で、大しけというかしけのゾーンを通ると
いうことなのでちょっとね揺れるらしいです。なのでまだ出航してないので今のうちにですねちょっとシャワー入っちゃいます。これね揺れてからだとねいろいろと大変なんですよね。前回ね北海道でそれを経験したので今回ですね先にちょっとやるべきことをやって、で船内の紹介をですねちょっとね明日またねゆっくりね紹介したいと思いますので、一旦ねシャワーの方入っていきます。はい、ちょっと今からね自販機ね行こうかなと思います。飲み物だけね買ってこなかったので、よいしょ。こんな感じです。まだね船は出港したばっかりです。なんかおしゃれだ。ここはこれレストランなんだ。うらら。さ、美味しそうなのあるよ。ほら、ハンバーグセット。ね、本当だ。明日の夜ね。バーベキューセット。これか。なんか聞いたね。流れてたわ。時間だけ見とこう。時間。横須賀行き。朝8時オープンと12時オープン、18時オープン。確かに1時間だね。よし、じゃあ行こう。また明日だね。売店かな。土産コーナーみたいな。そうだね、麺べいでしょ。メロンパンラスク。横須賀だって。なんかさ、こんなさ横浜横須賀土産見たことないんだけど、ここ何なんだろうね。メインホール的なやつ。ここにあるんじゃないね。カップラーメンの自販機。飲み物買っちゃうのは買っちゃって。あとは喫煙室とかロッカールームとかかな。じゃあ一旦戻りましょう。なんだろうこれ。プラネタリウムが見えるらしい。映画見れるらしい。アクアマン。悪くないね。向こうの部屋は何なの？部屋？なんかさ、スポーツルームって書いてあったけど、どこにあるんだろうね。ジムみたいなのがあるって書いてある。なんかスポーツジムって書いてあった。こんな感じでエアロバイクがある。あとあれか、ウォーキングマシン。スポーツルーム。違う？はい、今ですね無事に出港しております。今ね九州ね出たばっかですので、四国とね九州の間をね運航しているので、そこまでね揺れはないんですけども、外の方ね回ってくる時にやはりね、ちょっと揺れがあるかもしれないということでした。一応ね酔い止めも飲んで、もうあとね寝るだけなので今日はねもう寝ちゃいます。揺れないことを祈りながら寝ます。はい、ということでね今日は寝ます。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。時刻はですね、9時17分です。少しね船やっぱね揺れてます。昨日ね、出発する際にも言ってたんですけども、海がねしけってるということで、少しだけ揺れております。この揺れね関係なくねちょっと今ね僕のこのね声を聞いていただけると分かると思うんですけど、ちょっと喉が痛くてね若干風邪ひいたかもです。全然関係ないところで体調不良になってるという感じです。ちょっとね声がねあんまり出ないかもしれないんですけども、またね後ほどね、船内とかねこうね巡回してご紹介できたらなと思っております。でもね時間がね朝ごはんとかね多分過ぎちゃってると思うんで、昨日一応ね朝ごはんだけ、コンビニで買ってきました。それをね後で食べてからちょっとゆっくりしようかなと思っております。あと今ね四国ら辺を通ってると朝放送があったんですけども、電波がねちょっとね曇ってるせいなのか全然電波ないです。ちょっとこの辺もね、またね、後ほどね、どこだったら電波入るのかとかね、もし分かったらお伝えできたらなと思っております。はい、ちなみにね窓の景色はこんな感じです。進んでる方向からするとこっち側に進んでるんで、多分ね内陸が本当は見えるはずなんですよね。向こうに全然見えないもんね。
それから見えないぐらいの距離を走ってるからなんですけど、とりあえずね海、そんなに波が高いようには見えないんですけども、割と揺れております。はい、今ですね、11時前なんですけども、かなりね揺れてきました。海ね見てもらうと分かるんですけども、ちょっとねこう白くなってるところがところどころ出てきたりして波がね出てます、朝よりかね少し波と揺れが感じます。やっぱね雨とね風があるとねどうしてもねしけりますよね。はい、これからね朝ごはんね食べようと思います。はいでね、朝ごはんはねちょっとね、コンビニで昨日夜買ってきました。パパはおにぎりは何でもいいよ。あとお湯沸かさないといけない。ケトル備え付けであるんで、その辺はね便利です。水だけ買っとけば。だんだん揺れ始めてきたね。なんか朝の放送だとちょうどお昼ぐらいでしたっけ、なんか波が高くなるんですよ。昼過ぎぐらいから夕方までの距離で波の予想が3メートルから5メートルって。で今まだお昼前だけど、だんだん少しずつね揺れが強くなってる感があるよね。今回はね今のところまだ酔ってないんだけど、この後大丈夫かなっていうのと、今あれだね、なんか横になってるといいんだけど立ってると結構きつくなってくるかも。ちなみにうーちゃんはここから窓の外が見えます。やばい、今中継が映っちゃったけど、ドジャース戦をずっと見てます。ワールドシリーズ。よいしょ、お湯がね沸いたので、あとはねお湯注ぐだけです。よいしょ。ちょっと揺れてる船が大変。はい、ちなみにね船こんな感じで波がだんだん目に見えてよかるぐらい高くなってきました。結構揺れてます。じゃあ食べよう。いただきます。いただきます。パパはね、もうこのお味噌汁とおにぎりで大丈夫です。でまたね、お昼過ぎとか夜とかね、なんかねレストランちょいちょい空いてるみたいなので、そこはね時折ね行ってご飯食べようかなと思ってます。じゃあいただきます。いただきます。みーちゃんおにぎり食べる？大丈夫？大人2人子供1人だったらこの机で十分です。こんぐらい意外と便利に使える。味噌汁も美味しい。相変わらずもドジャース戦を見てます。はい、だんだんとねお昼に近づくにつれて、波が高くなってきました。で結構ね、船内も揺れております。で先ほどからですね結構雨が降ってきました。窓ガラスね見えるかと思うんですけど、雨がね結構ついております。なのでちょっとねやっぱり天候は良くなさそうです。まだね横須賀までかなり時間かかるので、ちょっと心配です。うーちゃんとママはぐったりしてます。なんか普通に座るとやっぱ揺れて具合悪くなっちゃうから、なるべく揺れてる時は横を向く。うーちゃんもうーちゃんこの大笑いの時は全然ケロケロケロッピーだった、すごい揺れるね。意外と揺れてるよね。このきしみ音聞こえるかな、部屋の。さっきまではカーテンが揺れてなかったんだけど、今はカーテンがちょっと揺れ始めてるから。外はねこんな感じです。結構ね船内のきしみ音もすごいです。はい、今ね1時回ったところなんですけども、かなりね揺れてます。運航は今どの辺なんだろう。まだ三重ら辺ですね。和歌山過ぎて三重の下あたりを走ってるんですけども、鳥羽の下あたりですね。かなりね海が荒れてます。ここは結構立ってるのもきついぐらいです。カーテンが結構揺れてるのがわかるかなと思います。こうなってくるとねなかなか外歩くのも大変なんで、ちょっとね部屋でゴロゴロしますかね。なんとかね今うーちゃんもママも寝るというかゴロゴロしてる感じです。結構荒れてます。もう雨とね波は今までの中で一番高いかもしれないですね。あと風もすごいですね。こんな感じですね。わかるかな、カメラがこんなに揺れてます。
座ってると大変かもしれないです。おお。なんかね、夕方まではね、こんな感じみたいなので、早く落ち着いてほしいです。はい、今はね、時刻はですね、4時半です。相変わらずね、波は少しありますけど、一番ひどい時は抜けたのかなって感じです。向こう側なんか微妙に陸が見えるような気もする。はい、今はですね、静岡県の方を運行しているということです。横須賀までね、あともう少しかなっていう、絵で見ると、実際まだね、ちょっと5時間ぐらいかかると思うんですけど、だいぶ進んできたなと思います。またね、場所場所ではね、少し波があるんで、カーテンがね、結構動いたりとか、こんな感じでね、しております。でもどうしてもね、天気が悪い日はやっぱ荒れやすいんですかね。毎回長距離のフェリーは荒れるんで、前回のね、瀬戸内海とかね、そういうのはないんですけども、このね、外洋に出てきた時っていうのはね、どうしてもね、天気が悪いと。今のとこね、北海道往復で、だから2回か。と、今回のこの門司から横須賀のこの長距離系ではね、毎回天気に優れなくて、大変です。あんまりだから中でゆっくり何かをするってことがなく、ただひたすら寝てなきゃいけないっていうような状態ですね。今回はまだ北海道よりは気持ち悪くない。そんなんでね、もう5時か。この後ね、先お風呂だけ入って、シャワーだけ入って、でね、ご飯ね、6時からなんで行こうかなと思います。はい、今ですね、静岡県のほんと下田のね、すぐ先のらへんを運行してるんですけども、ここはですね、やっぱ陸が近いからか、電波が入ります。今までね、ずっと電波入ってなかったんですけど、急にね、今いろいろとね、LINE が来たりとかして、電波が入ったのがね、確認できました。この区間は全然入らなかった。ここもやっぱちょっと入りましたね。はい。でね、九州と四国の間、この辺りですね。ここ運行してる時も電波は入りました。あんまりこの辺はね、なんか入んなかったイメージかな。和歌山もなんかね、そこまで入ったイメージはないです。一瞬入ったりはするんですけど、天気がね、曇りっていうのもあってなのか、全然入らなかったです。なので、ここと、この辺り、特に九州出たりすぐは入りやすいんで、何かね、ネットでねダウンロードするとかあれば、そこのポイントがいいのかなと思います。結構ね、どこでね電波入るかっていうのがね、僕らもね結構知りたかったので、今回ねちょっと見てみました。でこの後ね、今ね、出てたと思うんですけども、今5時半で、これから6時からですねレストランが開きますので、夕ご飯だけね食べに行こうかなと思っております。そしたらこれからですね、ご飯食べに行ってきます。よしこの下の階、結構ねまだ揺れてるんで、なかなか大変です。揺れのせいかね、みんなやっぱりねあんまり出てきてないですね。多分みんな部屋にこもってると思います。結構揺れてる。ここですね、レストラン。並んでもなかったかな。やっぱね、多分みんな部屋にいるのかな。これがメニューです。中入ればいいんじゃないか、とりあえず。よし、じゃあ行こう。今日やっぱ揺れが強いね。よし、これで頼めるかな。入力しちゃえよ。刺身どこにしとけば。なんか食べれるぐらいの。どうしよっかな。ビーフシチューとかも良さそうで。レモンステーキにしよう。スープはいらないんだよな。サラダだけ欲しかったっす。いる。あ、そう。はい、ママもみーちゃんもこんな感じです。みーちゃんもなんか船酔いしたの。みーちゃん、じゃあ後でご飯食べたらアイス買いに行く。考えてはい、レモンステーキ、佐世保牛とママたちはお刺身。美味しそう。スープ飲む。大丈夫、熱いよ。あ、でもカットステーキじゃない。一瞬ナイフがないからどうやって食べたらいいんだって。レモンそのまま食えんのかな。飾り付け。結構レモンの味が風味が強い。ここで今会計ボタンを押したから、これだと持っていけばいいってことだ。じゃあ行こう。ごちそうさま。ああ、そうだ、レジが会計。
よし、じゃあ行こう。下降りるよ。じゃあアイス買いに行こう。売店あるね。ういちゃんどれ？パパいらないでしょ。パパはスクレッチ。よし、オッケー。まあせっかくだからエレベーターなかなか開かない。意外と揺れてるよね。ういちゃん大丈夫？あ、これスプーン入ってんのかな。あ、入ってるね。1個はあるよ。こんな感じです。5階6階、面白いね、エレベーター。あと30分ほどの19時トレーニングルーム。ご視聴をもちまして夕食のラストオーダーとさせていただきます。やっぱ今日は外出れないんですよね。天気が良くないから揺れてるもんね。危ないよね。あ、これあれ？ごレストランご利用誠にありがとうございました。ちなみに映画館はこんな感じでした。スクリーン上今ちょうど終わっちゃったんですけど、ここで多分ゴロゴロってしながら見れるみたいな感じですね。天候が良かったらね、すごくね楽しめそう。とかね、プラネタリウムとかもあったけど、確かこれか、スクリーンプラネタリウム。まあ、プラネタリウムはでも朝なんだね、やってんの。揺れてなければね、すごく楽しめると思います。揺れてるとすごく大変。行こう。さあ、お部屋に帰ってきました。で、部屋で時間までゴロゴロします。一応定刻が8時45分着なんで6時半だからまだあと2時間ぐらいはあるのか。またね後でねちょっと片付けとかもしますけど、今は少しねご飯食べたばっかなのでゆっくりしようかなと思います。ちなみに船はですね今神奈川ら辺ですね。神奈川と静岡の間ぐらいを今運航しております。シャワーねもう入ったから自宅戻ったらもう寝るだけなんでだいぶその辺は楽です。よし、じゃあね少しねゴロゴロします。あ、うーちゃんほら見て、ジョージはもう寝ているよ。あ、もうジョージはお疲れになった。そうだね。ジョージも疲れたって船。ジョージすごいね。船も乗ったしさ、キャンピングカーにも乗ってるし、なんかジョージいっぱい乗ってるね今。そうだね。まだ飛行機は乗ったことないね。ウージもね。あ、大変。ジョージがもう潰れてるよそれ。うーちゃんぺしゃんこになってる。もう無理。揺れは無理。全然ご飯食べれなくなったし。あ、パパとうーちゃんアイスだから食べるよ。アイス食べようぜ。さあ、うーちゃんとパパはデザート食べてないからね。はい、どうぞ。うーちゃんは生意気にハーゲンダッツ。今通号のスーパーカップなかったもんね。パパは氷のサクレ。さっきもそれはレモン食ったの。これは諦める。まあいいや、うーちゃんとパパはじゃあアイス食べましょう。はい、今ですね時刻が7時43分なんですけども、ほぼね、もう神奈川と千葉の間をですね運行中です。でも一気にね波が収まりまして、すごい今安定しております。真っ暗でね全然見えないんですけど、波はもう ほぼないです。雨はねちょっと時折降っております。こんな感じですね。ほぼ横須賀かな、久里浜とかの方かな今で。違うな、これ城ヶ島とかの方ですね。下の方ですね。城ヶ島を抜けた先に今いる感じですね。はい、こんな感じですね。もうだいぶ長い航路を渡ってきたわけですけども、もうすぐですね横須賀港に到着と。でもともとですね8時45分着だったんですけども、10分ちょっと早まりまして8時半ぐらいには到着するのではないかという館内放送がありました。あとはねもう降りて、運転するだけです。ちなみにママとうーちゃんはこんな感じです。でこの後ね8時ぐらいにはですねちょっと撤収をして、8時半には車に向かっていくというような形になります。またねその辺はアナウンスが入りますので、アナウンスに従って行動するような予定になっております。このね横須賀に入ったあたりから、横須賀というか千葉と横須賀の間ぐらいを抜け始めてからは電波がね非常に安定しております。そこまでめちゃくちゃね通信環境がいいってわけではないんですけども、全然ね普通に SNS とか見れるレベルぐらいまで今回復しております。この位置ですね。やっぱりね航路横須賀まで来るまでの間はですねかなり揺れまして、うーちゃん今ね元気ですけど、ママはちょっとまだデグったりしてます。酔い止めはね、乗ってすぐ飲んだんですけども、アネロンだっけ飲んで、
そうでパパは1回だけ飲んでそれで全然平気でした。だまあこの辺はね個人差がありますので、まあ、そこはね何とも言えないけど、まあ、飲んどいた方が安心は安心かなと思います。ちなみにね、昨日の夜からねアルコールは一切飲んでないです。結構ね飲んで寝ちゃえばすぐっていう人もね結構話聞いてたんですけども、だからねやっぱ気持ち悪くなったら嫌だったので今回はねやめました。はいということで、全体通してねやっぱりね今回も北海道の時同様ですね、天気がねちょっと良くなくて、もうね乗船した時から波がね高くなって揺れますっていう放送があったので、天候によってはね、あんまりねこう船内ぐるぐるすることなく終わってしまうというかのが感じました。はい、なのでこのねステート和洋室っていうね我々はね、部屋を取ったんですけども、正直ねこれぐらいの部屋の方がやっぱり高いは高いんですけども、シャワーもね今2回入りましたし、トイレもあるしベッドもちゃんとあるので、なんだかんだねほとんど部屋に過ごしたんで、部屋にお金かけてもいいのかなっていうふうに思いました。これやっぱね人によって変わるからね、部屋の外で飲んでね疲れたから寝ようぐらいの人は多分普通のね一人部屋とかのツーリストの部屋とかがいいかもしれないけど、やっぱね家族とかで、なおかつねこうやって、部屋にいる時間が長いのであればいい部屋取った方が快適に過ごせるのかなと思います。でうちも今回そこは良かったよね、この部屋で大満足。そうだからこの辺のね洗濯はねちょっとね、人それぞれにはなるんですけども、酔ってちょっとね船酔いが怖いなっていう人ほど、こうやってちゃんと寝れる部屋、こういう部屋とかであれば、ゆっくりできるのかなと思います。あとシャワーねすぐ入れるから、これシャワーあるだけでだいぶ違います。はい、そしたらね今から戻ります。下がりましょう。で今からね駐車場というか車のとこまで戻ります。降りていきましょう。よしやっとねボンちゃんのところまで帰ってきました。車にね入っていきたいと思います。はい、今ね車両に乗り込んでおります。でこの後ね順番でねどんどん外に出ていく感じです。これでもあれだね、前がトラックだからなんかぐるって回っていくのかな、どうやって出るのかちょっとわからないんですけども、この後ね順番に従って僕たちも出発いたします。はい、今ね出発開始です。オーバーバンクなんで気をつけないと。よいしょ。雨降ってるね。おお、結構雨。やっぱ悪天候だったよやっぱり。結構な雨だよ。風も強いし。すごいね。そりゃ揺れるよね。結構雨強いね。その先およそ400メートルで右方向です。とりあえずで、ターミナルを出なきゃいけないので、船を降りて左に行く。これが今ね乗ってた船ですね。なんかあれだね、九州の方のフェリー乗り場もこんな感じだったよね。同じような形でした。でも大きかったね、船がやっぱり。大きい。多分割と安定してた方だろうかもしれない。大きいからね。とは言っても太平洋側出たら結構揺れたよね。でここからはですね、もう今ね神奈川県横須賀市の方にいますので、横を通って、帰宅するような感じかな、高速は。はい、ということでですね、今回はですね東京九州フェリーで、新門司港からですね横須賀港までね、来る動画をお伝えいたしました。今回は初めてねこのフェリーに乗りまして、長距離のフェリーですね、約11時55分出港で、翌日の8時45分だっけ。そう、本当は8時45分の到着ということで、約ですね20時間ぐらい。今回のねフェリーね、通してねちょっと分かったのが、やっぱね長い距離に乗りますので、それなりにね体力もね消耗します。なので僕らはね特に部屋からほぼ出なかったので、僕らもそんな最上級の部屋とかではないんですけど、真ん中ぐらいの部屋なんですけども、ちゃんとねベッドがあってシャワーがあって、のびのびとね過ごせる部屋があるとすごいねまだ楽でした。トイレもね。そう、トイレもついてるし、その辺はね今回全然良かったよね。大満足。特にママとか船酔い
しやすい体質だから。そう今回ねうーちゃんもちょっとなんか微妙だったわ。うん。そうなのでその辺はねやっぱり部屋がね個室であるのはすごい良かったかなと思ってます。で、ただですねやっぱ長い距離乗りますね。天候がね左右されることももちろんあります。船がね大きい分なのかそこまでなんかあれだったよね、前回の時よりか。そうそう。揺れはしたけど、なんかペットボトルがめっちゃ転がってっていうほどでの揺れではなかったかなと。あとはですね、乗ってからね、どこがねこれ Wi-Fi がね繋ぐかとか、結構ね北海道の時もねずっと Wi-Fi が繋がんなくて思ったよりも不便を感じたので、その辺はですね今回ね、いろいろ見てみて、陸が近いとね電波が近い入りやすいっていうのはねやっぱりこれは間違いないのかなと、そういったところもね今後ねご利用される方のね、情報としてね持っていただけたらね有効に活用できるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、出発する前にNetflixでね10本ぐらいダウンロードしたんですけど、結局ね揺れすぎて全然見てなかったです。なのでそこはね、人にもよるのかな。パパでも割ときつかった？そうでもない？いや画面はやっぱちょっときついかな。あ、そう。はい。なので、そこはですね、人によりけりかなと思います。はい。総じてですね、今回費用95,000円もかかっております。かなり高額ですので、大阪まで一気に来れたっていうのはね、すごい楽です。そうだね。運転する人からしてみると、全然違うよね。でもそれこそ1000キロぐらいショートカットしてるからね。ね。1000キロさ、やっぱすごい距離なんで。うん。多少揺れても、寝てりゃいいから。そう。なのでね、ぜひですね、関東から九州に行かれる方、またね、九州から関東に来られる方とかね、ぜひね、このポールをね、検討してもらえたら嬉しいです。はい。ということでですね、今回ね、この後まだちょっと帰宅しなきゃいけないので、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したね。じゃあまたね、バイバイ。